Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai コスパ最強食堂 8 des それでは早速 Let's get it started. 1. Minami Sanju Sanjo Nishi 11 Ramen House Kanayamano Mise 石山通り沿いの黄色い看板が目印。1979年、昭和54年から続くこちらの食堂。なんとも年季の入った感じがたまりませんね。かれこれ半世紀以上札幌拠点に暮らしてきましたんですがね、全く存じ上げませんでしたね。認識ゼロのお店。南区ってなかなか足が向かない方面。そうだね、中山峠越える時の通過点的な感じでしかない。そうだね。とにかくメニューが多くて迷ってしまうこちらのお店。どれも魅惑的すぎるラインナップ。しかも安い。安い。カツカレー750円に後ろ髪を引かれつつも、今回は定食をいただきます。ホルモン定食650円ってこれすごくない？すごい、すごすぎ。魚フライとハンバーグ750円？もうこれはお礼を言うしかないやつだね。ありがとう。2. Minami Niju Jo Nishi 15 Coffee House 1977年創業のコーヒーハウスさん。電車通りのスープカリーという看板がひときわ目を引きますです。何やらアジャンタの薬膳カレーのレシピを引き継いでらっしゃるというスープカレーのレジェンド的なお店。昔のアジャンタみたいな薬膳っぽさは感じなかったけど、辛さはしっかりとありながらもしょっぺがない、安心して食べられるスープカレーでした。これが我々が言う札幌トラディショナル系のスープカレーですね。 Sapporo Traditional カレーというよりスパイススープを飲んでいる感じ。野菜とチキンの甘みがきちんと感じられ、何より喉が渇かない優しいスープがありがてえ。これこそが札幌スープカレーではないでしょうかってやつね。最近の濃い味スーカレーには目を白黒させちゃいますね。グリーンはこういうタイプが好きです。シンプルイズザベストね。てかスーカレーに豆腐いいわ。真似しようと。そしてこのお値段ねえ、これくらいでいいんじゃないでしょうかね。スープカレーってねえ、トイレに飾ってあった一生勉強一生青春って千田光雄の書が絵ですね。なはなはって相田光雄でしょ。あれそうだった。そう。 3. Minami Kiyu Jo Nishi 16 Ramen Himawari 1996年創業のひまわりさん。美味しいという噂は聞いていたんですが、なかなか来る機会がなくてね。はい、最近醤油ラーメンが札幌一うまいって言ってるパイセンの書き込みを発見しましてね、それは食べねばならんってことで参上。ここは南九条ですけどこのご時世で醤油ラーメン1杯700円、味噌ラーメン750円と札幌ではかなりのありがとう価格。そしてプラス300円でミニチャーハンはミニカレーセットにできちゃいます。これミニチったって普通よりちょっと小さいぐらいだからね、ボリューム満点。腹パン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 ララ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 ちょいね、懐かしい。水温ちゃんが好き。いてなんと開店から14時半まではミニチャーハンミニカレーが50円引きの250円というね。そりゃ頼んじゃうよね。頼んじゃうよね。最近ラーメンだけで950円がデフォルトになってきてるからさ。そうだよ、ありがてえ。そしてお味もちゃんと美味しい醤油ラーメンでしたね。チンタン系では確かに札幌一番好きかもね。しょっぺくないのに物足りなさもない素晴らしいバランスのラーメンね。卵も麩も入っててさ、ふわふふしながら食べるの好き。麩好き。そして塩ですよ。美味しいですね。チンタン系塩でここまで奥行きのある味ってのはなかなかないですよ。そして麺がやっぱいいかったですね。プリンプリンのパッツンパッツン。つけ麺とラーメンの中間みたいな太くてコシのある伸びづらい麺、美味しゅうございました。さすがはつけ麺で定評のある小林製麺さん。いやー、ミニカレーもミニチャーハンもちゃんと美味しくていいね。ひまわりさん、私の好きな竹野内豊や加藤雅也のようなタイプのテイストでしたわ。どんなテイストそれ。
似てるもんな。確かに竹野内豊と加藤雅也。誰に？これは癖になる。セットでアンダー1000円は感謝っしょ。ありがとう。 4. Kita Sanjuichi Jo Higashi 15. Caesarea. みんな大好きサイゼリア。あんま来たことがないメシタビーズ。今回が人生3回目かな。はい。たまたま苫小牧に行った時かな、10時からやってる店がなくって、それで急遽サイゼリアに初めて行ったんだよね。その時に安さにびっくりしただに。そうそう、目を疑うというのはこのこと。さすがに私も老眼鏡が必要って思っちゃった。だってスパゲッティ、ハンバーグ、ピザ、どれも400円って。ねえ、あれが3年前ぐらいでしょ、それから値上げもしてないんだよね。ねえ、決して美味しいとかじゃないんだけど、今やもう味どうこうじゃなくて食べることがいっぱいいっぱいのこのご時世、こういう安く食べさせてくれる企業努力には感謝しかないですわ。ありがとうです。本当だよ。お土産に10万ずつ配るような浮世離れした感覚のやつらが運転する車には乗りたくないね。乗っていたくない。まったくだ。運賃なんて払うかっつうの。そうだよ。財務省、自民党、いや政府解体だ。そうだそうだ。こんなことならひろゆきが総理やってた方がまだマシなんじゃないかって思っちゃうぐらいだよね。確かに落ち着きなさすぎだけどね。動かないと喋れないんだよきっとあれ。Anyway、 他の某ファーストフードとかでさ、1000円とかすぐかかっちゃうでしょ最近。そうだね。ファーストフードで1000円払うくらいならサイゼリアがいいな。確かに。っていうかサイゼリアに国政任せた方がいいんじゃない？いいね。ボリュームもあるし安いし、庶民の味方になってくれそう。役所の食堂かっていう値段だよね。これ大企業民間でこのプライスを実現しているのはすごいですね。感謝です。サイゼリアの経済的な美味しさは抜群ね。だ。5. ニューヨーク。 Kita Sanju Jo Higashi 19. Koshin no Yu. 東区にあります甲信の湯さん。札幌界隈でコスパ高いのはここ。っていうか大概500円なんだけどね、札幌界隈のスーパー銭湯は。ただありがたいことに安いもんだから激混みなんだよね。そうなの。もう土日祭日は私たちはまず仕方がないわね。一番空いてるであろう時間帯を狙っていくパターンだね。そんな中、甲信の湯は比較的空いていて快適なの。サウナのゆったり感が素晴らしい。詰めれば40人は入れそうな広さなんだけど、20人座れるくらいのスペースしかないから混んでいても圧迫感がないんだよね。サウナ出てすぐ水シャワーがあるのも気持ちがいい。水風呂も広めの4人サイズでアンダー15度、少ないけどコールマンのインフィニティチェアも4台並んでる。黄色だけどね。色関係ある？ある。天然生薬配合の薬の湯、高濃度人工炭酸泉も宇宙にも露天にもあってですね。そして露天風呂のヘリでずっと喋ってる若者がいない。場所取りする輩も少なめ。そうだね。平均年齢が高めってのもあるのかな。女湯も水風呂キンキン系。まあまあ14、15度くらいかな。おばちゃんは誰も入ってなかったわ。ゆっくりできていいね。あ、第3水曜日はお休みいただいてます。従業員か。あと敬老の日は65歳以上は無料です。マジもうちょっとだ。頑張ろう。頑張ろうって。 6. Kakusui Kami Machi. Shokji Dokoro Sanpei. とってもディープな場所にありました。札幌で一番ディープな定食屋さんかも。三平さん、幸せの黄色い看板だね。知りませんでしたね。素晴らしい昭和食堂との出会いがありました。タレコミくださった紫藤さん人をたさ感謝ですね。視聴者さんに感謝ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。優しい味のラーメンが嬉しい。これならじいちゃんもばあちゃんも食べられる。子供にも安心して食べさせられる。そんな優しさ。そして何よりお財布に優しい。ねえ、オムレツ定食ってのこれいいっしょ。素朴ななんてことはない家庭的なメニューなんだけども、それがいいんです。おいちゃん毎日カツカレーやとんかつ食べてるんでね。
この日はオアシスでした。 Oasis. よかったソースがついてきたけどソースなしでちょうど美味しかった。ねえ、チャーハンの具みたいな野菜がたっぷり入ったオムレツ美味しかった。満腹650円、ありがとう定食でしたね。からのじゃじゃーん、これです。これ超気に入ってしまったこちらの食堂、すかさず最大店。はーい、カツカレーをいただかニボ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 ってことでね。そうなんです。はい、ビンゴ。ジャパニーズイニシエ系カツカレー750円。40年前の値段ですよ。これは嬉しい。そしてこの味はそうそう SBK でしょ。そうなんだ、間違いない。失いたくないですね、こういう SBK カレー。これぞ昭和のカレーじゃ。そしてしょっぺくねえおやっさんの味加減最高っす。最近いいの当たる。ねえでしょう、今年は日ハムもいけるかな。どうでしょう。 7. Manami Niju Gojo Nishi 14. Nomuro Hanamaru. はい、ミスタビでは何度も紹介している花丸さんだけど、コスパ最強、安いって思ったでしょ。そうなんです。数年前までは結構高めの回転寿司だったと思うんですよね。グルメ回転寿司のハイエンド的な。でも最近ね、ちょっと待てよってね。そうなの。他の回転寿司さんがどんどん値上がりする中、あれ花丸さん安いぞってね。本マグロ赤身が330円ってすごいよね今時。中トロでも462円でしょ。この品質でこの値段なら安いよ。だって物が違うもの。甘エビも253円だけど出てくるものが違うの。ものがさすがは花丸藩って感じ。なるほど、さすがは港町根室ピーポーも納得の寿司屋さんなんじゃないでしょうかね。飯旅ーズはもう日本中の回転寿司食べ歩いてますけど、花丸さんは堂々と北海道代表といえる回転寿司かと思います。そうね、安定の安くて美味しい花丸さんね。最近他のお店の値上がり具合がとんでもないのよね。どんどん値上げしちゃって、イカが300円台よ。イカよ。イカタコなんて100円寿司の代名詞だったのにねえ。そしてマグロは赤身が好きなの。それが大事。そう、これが私の好きな本マグロの赤身よ。 This is a マグロ赤身。完璧な本マグロでした。さすがは花丸藩。マグロとエビと匂いにはうるさいですからね、うちの母ちゃん。匂いすぐ嗅ぎに来るでしょ。手でも足でもでも。ごめんなさい。で、イカの方はいかがでした？イカにうるさいイカさないバッポさん。いかにもマイカなのにヤリイカのような食感のイカでした。美味しかった。あれ、この間でその真逆のこと言ってたよね。接客、シャリ、海苔、お醤油、愛のない自己紹介はしないし、ちゃんとのお寿司屋さんね。じゃんとデビオシ。 8. Kata Hiroshima. Do Fuku Do. 国道274号線沿いのちょっとだけ北広島に入ったところにあります。上から読んでも道福堂、下から読んでも道福堂。一応札幌界隈ってことなんでね。今や北広島は札幌みたいなもんですからね。ね、札幌であってほしいわ。日ハムとエスコンは北海道の誇りです。そしてこちらの道福堂さん、新庄剛志ばりにどうかしてるぜ系食堂なんです。いい意味で。読めない采配新庄剛志ね。異常な値段設定に思わず二度見しちゃいます。麻婆豆腐600円、チンジャオ両種定食750円。いい噛み方したね。早くセールじゃないですよね。ほんとだ、倍ぐらいするよね普通。これはありがとうでしょう。しっかりとした味だけどしょっぱくないのがいいですね。スープは全くの中華スープのみ。塩気ゼロ。これが助かる。爆量には目が白黒しちゃいますが、もったいないので根性で食べきります。素晴らしい中華食堂ですね。
細かいことは気にせず安田とボリュームを満喫してくださいな。でも食いしん坊さんじゃない限りはご飯少なめで注文を推奨。まあお持ち帰りも有料ながら30円と50円のパックが用意されているのでいいよね、これはありがたい町中華。北広島に出かける際は今日は中華かなーってね。日ハム勝っても負けても中華のルーティン。今年も楽しみね。松本剛が心配なんだよ。また言ってんの？いやさらに外野のポジション争いが熾烈なんだぜ今年は。内野もだけどピッチャーも楽しみなのがいっぱいでワクワクすっぜ。私はまるちゃんが心配。確かに。ポジション増やせないのかな。ポジション増やす？外野5人内野5人で12人野球。北朝鮮のバスケか。何それ。ね、将軍様が決めたらしいですよ。ダンクを決めるとスリーポイント、スリーポイントシュートがボードやリングに当たらずに直接ネットに入ると4点。何それ。あとフリースロー失敗すると減点だそうだ。めちゃくちゃ。いやこれの方がむちゃくちゃだって。ラスト3秒でのゴールは8点だって。なんじゃそりゃ。国がやることはどこもむちゃくちゃなんだな。ねえ。Jakaino Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai Asaikawa Kaiwai des Otanoshi Mini. See you soon. そういえばさ、この間朝さコンビニ行った時にさ、朝のセブンイレブンですか？そうです。私たちのルーティン朝のセブンイレブンなんですけれども、おじさまは猛烈ダッシュでお手洗いに駆け込みましたでしょ。まあエブリデイなことですけど、まあ朝のねお仕事なんで。で私コーヒー買ってね、いつもおいちゃん出てくるの待ってんですよ。でなんかやらかしたっけとおいちゃんトイレ入ってて、私コーヒーピーっつって濃いめと思ってピーってボタンを押してコーヒーできるの普通にいつも通り待ってたんですよ。そしたらトイレの方が「すいません!」っつって「ごめんなさい!」っつって「すいませんした!」っつってすんごいもうコンビニ中に響き渡る声で男の人たちの謝り合戦が始まったんですよ。もうその瞬間やったわこれと思って、おっちゃんやってくれたわこれまたさつってドアの鍵閉めてなかったっしょ。またやりましたね。だから知らないふりしてねコンビニ出ようと思ったらね、へーって顔してね、そうそうとおっちゃんが現れたんですよ。どう思います皆さん。コンビニのトイレで最近物忘れがね激しくてね。いや物忘れとかじゃない。セブンイレブンのトイレってスライドドアじゃんか、ついついこう鍵を閉め忘れるよね。いや家はわかるさ、外は鍵しようよ。ね、空きサインが出てるもんだからすごい勢いで次の人が入ってくるわけですよ。そうよ、朝はもうみんな戦争なんですからね。お互い目を見合わせてあっつってまたさ、開けちゃった人もいい声してんのよね。すごい勢いでターンしたからね見ちゃいけないものを見てしまったっつってなんて日だって感じになっちゃう。もう平謝りです。朝からとんでもないものをお見せしまして。勘弁してくださいよ。はい、気をつけます。だから朝のルーティンセブンイレブン行った時は必ず鍵って言って声をかけるようにしてますね。なかなかない。よくやるんですね。こっちが謝っちゃうんだねあれね。